すごくいい声ですね。キラキラ、キラキラって星が見えそうなぐらい素敵な声。ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の動画はですね、なにわ男子アシンメトリーオフィシャルミュージックビデオ YouTube バージョン、こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回はですね、以前リクエストをいただいていたコメントをですね、集計してみた結果、リクエスト人気ランキング第1位が今回のアシンメトリーでした。たくさんのリクエストありがとうございます。そしてアシンメトリーを分析してみて、なにわ男子の歌声のチーム力がですね、化け物レベルだなっていうふうに思いました。そういった部分をですね、分析し解説しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。それでは早速、なにわ男子アシンメトリー歌声分析 GO！ うわ、めちゃくちゃかっこいいですね。最初は大橋くんと藤原くんかな。この歌声の一体感がえぐいですよね。ここのポイントはですね、2人で同じ声の音色をチョイスして歌ってるんですよね。鼻の中の鼻腔共鳴っていう音色をですね、強調したような歌声を2人ともチョイスしてます。鼻腔共鳴はですね、声の音色のコントロールだったり、高い声を出す時に大事になってくるポイントなんですけど、ここを中心にして歌声を作るとですね、歌声の雰囲気がすごく明るくなるんですね。もう一回聞いてみましょう。かっこいい。声の音色も2人で寄せているし、リズムの位置、子音の位置、すべてぴったり揃えて歌っています。すごいチームワークですね。後半のそれ自体に意味があるのところだけ大橋くんになったのかな。すごく勢いのあるかっこいい声ですよね。ここはですね、さらに鼻の中の音色をですね、強調させたような声になってるんですね。そうすると歌声ってどうなるかっていうと、地声なんですけど裏声の要素がですね、混ざってくるんですよ。これをミックスボイスって言います。もう一回聞いてみましょう。それ自体にみたいな、僕がやるとこういう感じになるかな。先ほども説明したように、鼻の中に入れる声の量を増やせば増やすほど高い声が出しやすくなるんですよね。その性質をですね、大橋くんうまく使って歌ってますね。この西畑くんと大西くんの歌声なんですけど、鼻腔共鳴を使っているっていうのがすごく分かりやすい歌声かなっていうふうに思います。それは何かっていうと、鼻声の音色がですね、感じ取りやすいような歌声チョイスなんですよね。この声の出し方をすると、全体的に可愛らしさだったり、歌声の丸さ、優しさっていうかね、これが表現されます。もう一回聞いてみましょう。すごく聞きやすいいい声ですよね。癒されるというか。で、ここのポイントから楽曲のリズムが強調されてきましたよね。ビート感が強くなったっていうか。そこに対して西畑くんと大西くんはですね、言葉の子音を強く発音して歌ってるんですよね。そうすることによって楽曲のサウンドと歌声の一体感が生まれるんですよ。これを音楽の専門用語でグルーブって呼びます。めちゃくちゃかっこいいですよね。本音にまたのここのしゃくりっていうテクニックを使っていたポイント、めちゃくちゃかっこいいですよね。しゃくりって目的の音に対して少し低い音から入ってクイッと音をしゃくり上げるテクニックのことを言うんですけど、これを使ったポイントはですね、疾走感が生まれるんですよね。
歌声で楽曲を引っ張っていくような雰囲気が出てくるというか、もう一回聞いてみましょう。ほら、超かっこいいね。いや、A メロの段階でテンションめちゃくちゃ上がっちゃってます、僕。かっこよすぎて。かっこいい。うん。この B メロのポイントなんですけど、全体的に決めって言われるポイントなんですよね。楽器隊が同じリズムで音を出すポイントっていうか、ダダッツタとダーンみたいな。この説明だとうまく伝わらないかもしれないですけど、同じポイント、同じリズムで楽器隊が音を鳴らすことによって、その部分にですね、音のパワーが生まれるんですよ。で、こういうポイントって歌ではものすごくリズムが重要になります。ぴったりと楽器隊の決めのポイントに歌のリズムも合わせることができたら、楽曲全体で大きなパワーが生まれるポイントなんですけど、少しでもずれてしまうと、そのパワーが生まれないんですよね。完璧に歌いこなしてますね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ここの高橋くんのパートめちゃくちゃ美味しいですよね。複数人で歌ってから一人で歌うことによって声の音圧は下がるんですけど、でもここのポイントはそれが逆に高橋くんの声に耳が引きつけられるというか、すごく素敵な歌声だしね。裏声もめちゃくちゃ綺麗だし。で、高橋くんはですね、口の中の口腔共鳴っていうところをメインで歌声作りをしてます。口腔共鳴を中心にすると声の質感がですね、日常会話で使っている声の質感に近づきます。聞いていてホッとする歌声っていうかね、めちゃくちゃいい声。かわいい。長尾くんの可愛らしい歌声から道枝くんのかっこいいんですけどどことなく怪しい歌声、この声質のギャップにですね、ものすごく引きつけられますよね。ちなみに長尾くんはですね、鼻の鼻腔共鳴が中心の歌声で、道枝くんはですね、肺の中の胸腔共鳴というところと口の中の口腔共鳴、この2つをミックスさせたような歌声です。長尾くんの声の可愛らしさはですね、鼻の鼻腔共鳴で作られています。で、道枝くんはですね、声のかっこよさを肺の中の胸腔共鳴で、怪しい雰囲気をですね、口の中の口腔共鳴で作ってるんですよ。口の中の口腔共鳴って喉の空間もですね、口腔共鳴に入ります。喉を広げるとこういう感じの声の音色になるじゃないですか。おそらくこの体の使い方を少しだけ使ってるんじゃないかなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。長尾くんが僕は君を、こういう感じの音色ですよね。で、道枝くんが目覚めていく、こういう雰囲気だと思うんですよね。いや、本当にみんないろんな声の表現を持ってますよね。ここがすごいです。わあ、超かっこいいね。急に風が吹き込んだかのような疾走感のあるサビ。これは一気に心持ってかれちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。で、めちゃくちゃ高い音域が。これ男性だったら歌えない人かなりいるんじゃないかなって思っちゃうぐらい音域高いですね。ここに関してはみんな先ほど説明したミックスボイスっていう声を使ってるんじゃないかなっていうふうに推測します。じゃないと高すぎて地声だと歌えないと思うんですよね。白と黒手みたいな。僕ね、ミックスボイスじゃないと歌えないかな。地声だと無理です。音域的に出たとしても、地声だと頑張ってる感じも出ちゃうんですよ。辛そうに聞こえちゃうっていうか。でもなにわ男子の歌声ってすごく爽やかじゃないですか。この爽やかさはミックスボイスじゃないと表現できないかな。
で、やっぱり全員で歌っていても、リズムのアクセントの位置だったり、音の切り方、専門用語でスタッカートって言うんですけど、この位置がですね、全員揃ってるんですよ。これができるっていうことは、やっぱり努力量半端ないですよね、なにわ男子。もう一回聞いてみましょうか。素晴らしいですね。一人一人がめちゃくちゃ歌が上手かったとしても、全員でここまで合わせるにはやっぱりグループ練習が必要になってくるんですよね。だから一人一人でもめちゃくちゃ練習して、グループでもめちゃくちゃ練習してみたいな背景があるんじゃないかなっていうふうに推測します。いや、ほんと感動しますよね。かっこいい。いや、本当に一人で歌ってんじゃないかっていう風にね、思っちゃうぐらい声が溶け込んでますよね。毎回なにわ男子の歌声分析するとこれ言ってる気がするんですけど、毎回感動しちゃいます。もう一回聞いてみましょう。今の裏声のところとかね。正確には裏声がメインのミックスボイスなんですけど、こういうコントロールの難しい歌声も使ってここまでの一体感っていうのがね、本当に神レベルですね。やっぱり歌の一体感がすごいから、スッと耳に歌声が入ってきますよね。これがとても素晴らしいですよね。なにわ男子の努力の賜物なんですけど、もっともっといろんな曲を聴いてみたいっていう気持ちにさせてくれます。ダンスブレイク？ウェイめちゃくちゃかっこよすぎてでっかい声出ちゃいましたね。いやー、すごいね。歌声もあんなにすごいのにパフォーマンスもこんなにすごいっていうね、弱点が見当たらないですね。全部長所。かっこいいね。こっから歌い出しか。ごめんなさい、止めちゃった。この曲のクラシック的な雰囲気もすごくミステリアスなんですけど、かっこいいですよね。こういう曲大好きなんですよ、僕。リクエストありがとうございます。うわー、かっこいい。大好きなフレーズです。めちゃくちゃ好きです。で、今のポイントがですね、先ほど言った全員で歌っているにもかかわらず、音の強いポイント、アクセント、この位置と音を切るスタッカートの位置を全員で揃えているっていうのが分かりやすいフレーズになってます。特に誰しものところがですね、スタッカートを使ってるんですけど、ここ全員で揃えてるんですよ。そこ注目してもう一回聞いてみましょう。ほらほら。やばいね。誰しもの後の心に、ここまでスタッカートでしたね。いやー、すごいですね、この一体感。相当チームワークが良くないと表現できないと思います、これ。もう全てはファンのためにっていうことですよね。少しでも喜んでほしいとか、少しでも感動を与えたいとか、そういった気持ちがないと、ここまでのクオリティに仕上げられないと思います、僕。素晴らしいグループです、なにわ男子。最高ですね。リードボーカル一人がこのテクニックを使ってるんじゃなくて、全員が使ってるっていうところがすごいですよね。で、このリズム知識とリズムテクニックがあれば、どんなジャンルの曲を歌ってもかっこよく歌い上げることができるんですよね。実は歌って声質コントロールももちろん大事なんですけど、それ以上に今なにわ男子が表現しているリズムコントロールの方が重要だったりするんですよ。歌声のかっこよさってリズムテクニックだけで表現できたりします。そしてリズムってちょっとでもずれるとバレちゃうんですよ。
あ、失敗した今のポイントって思われちゃう。でも音程とかってちょっとずれたぐらいだと気づかれないんですよね。こういった理由から音楽って歌だけじゃなくてどのパートもリズムがものすごく重要になってくるんですけど、それをなにわ男子のメンバーは全員持ってますね。ちょっとだけ歌声分析からねずれたお話ではありましたけど、このブレイクたまらないですね。C メロの最初でぐっと盛り上げて徐々に徐々にフェードアウトしていくような雰囲気を作ってからのブレイク、最高にかっこいいですよね。あ、ブレイクってごめんなさい。無音のポイントをですね、音楽の専門用語でブレイクって呼ぶんですよ。ブレイクが来ると次どういう展開になるんだろうってワクワクが止まらなくなりますよね。あ、なるほどね。落ちサビが来るんだ。そういうことか。で、大橋くんのこの声のトーンがちょうどいいですよね。普通落ちサビってもっとこう、はぁみたいな優しい声を表現しがちじゃないですか。っていうか、そういう風に表現してるボーカリスト多いと思うんですけど、大橋くんはですね、適度に声の張り感をキープしているんだけど、全体的には優しいっていうすごく特殊な声だと思います、これ。声に張りはあるんだけど力強すぎないっていうね、天性の歌声ですよね。もう一回聞いてみましょうか。長い夜が明けるたびに僕らは生まれ変わっていく。すごくいい声ですね。キラ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 って星が見えそうなぐらい素敵な声で、この声はですね、あくまで僕の推測になるんですけど、頭を響かせる声、ヘッドボイス、この音色が歌声に乗ってるんじゃないかなっていうふうに思います。主に高い裏声を出すときにヘッドボイスの音色って使うことが多いんですけど、稀にですね、地声でも自然とこのヘッドボイスの音色が乗っているボーカリストっているんですよね。大橋くんはそのタイプなんじゃないかなっていうふうに僕は推測します。すごいいい声。逆に藤原くんは情熱的に歌ってるような感じがしますよね。鼻腔共鳴が中心なんですけど、同じぐらい胸腔共鳴も使ってるんですよ。で、今回の藤原くんの胸腔共鳴の使い方としては、声のパワー感を歌声に乗せるために胸腔共鳴を使ってるような感じですね。普通胸腔共鳴を使うと声質ってすごくグッと太くなるんですけど、それを歌声に乗せていないっていうところがね、ものすごく器用な歌い方かなっていうふうに思います。もう一回聞いてみましょう。このピローンってところがいいですよね。藤原くんが情熱的にぐーっと歌ってきた後のふっとこう気が抜ける瞬間というかね、いい意味でね。で、次はドカーンとノリのいい大サビが来るんじゃないかなっていうふうに僕は推測するんですけど、どうなるんでしょうか。かっこいい。そうだね。ごめんなさい。さっきね、一つ説明し忘れていたんですけど、落ちサビのところでキーが変わってるんですよね。これを専門用語で転調って呼ぶんですけど、落ちサビで従来のサビよりも低いキーになってます。で、転調のいいところはですね、曲の雰囲気がガラッと変わるんですよね。キーが下がるとすごく優しいようなしっとりとした雰囲気になりますし、今聴いたサビはですね、元のキーに戻ったんですけど、でも曲の流れ的にはキーが上がったっていう風に聞こえるじゃないですか。そうなると曲全体のパワー感だったりスピード感がですね、一気に上がったような雰囲気が出ていて、めちゃくちゃかっこいいですね。もう一回入りから聞いてみましょうか。かっこいい。いやー大好きだ。大サビ大好きです僕。いやー何度も繰り返し聞きたくなる魅力ありますね。
今の大西くんがアップになって一生懸命気持ちを伝えてますっていう表情がですね、めちゃくちゃかっこよかったですね。いつもはね、可愛いっていうイメージなんですけど、今回のアシンメトリーはですね、かっこよさが出てますね。やっぱここの裏声のところ好きだな。僕ね、結構歌声分析してると裏声のところに注目しがちなんですよ。綺麗な裏声が出てくるとすごくテンション上がっちゃいます。今のポイントがまさにそれでしたね。おい、今のものすごい高い音。ここもまあミックスボイスなんですけど、ミックスボイスで歌ったことよりも音域が上がっているにもかかわらず声質が全く変わってないっていうところがすごいなって思って、普通声って音域が上がれば上がるほど声質細くなるんですよね。ただ大橋くんのハイトーンはですね、声質が細くならない。これどうやってるかっていうと、音域が高くなればなるほど胸腔共鳴の音色をですね、歌声に混ぜるっていう風な声の出し方なんですよね。これがね、めちゃくちゃ難しいんですよ。声の自然な性質としては、高くなればなるほど胸腔共鳴の音色って少なくなっていくんですよね。これがね、普通なんです。それを逆行しているっていうことなんですよ、大橋くんの歌声って。例えるなら、毎日右手で箸を持ってご飯を食べていたのを、左手で箸を持ってご飯を食べるようにするみたいな、そう考えると、どれだけ難しいかっていうのが理解できると思うんですけど、ただやっぱり練習すれば左手で箸を持ってご飯も食べれるようになるじゃないですか。なので、大橋くんの努力量も半端ないですよね。歌に対してものすごく時間を費やしてる背景が見えてきますよね。もう一回聞いてみましょう。ほら全然声質変わんないの。いやーすごいね、この安定感。あ、なるほどね。最後ワンフレーズきますね。なんか流れ的にそうなるんじゃないかと思ってね、止めようと思ってたんですよ。ごめんなさい、もったいぶっちゃってね。気になるポイントが来そうだなって思う直前はですね、僕止めるようにしてます。テンションが上がったまま、このね、流れで聞きたくない。これ僕なりのこだわりです。付き合わせてしまってごめんなさい。さあ、聞いていきましょうか。爽やか。最後、エンディングはダンスパフォーマンスで終わっていく感じかな。でもなんかもうワンフレーズぐらい来そうな予感もするんですけど、ほら。音の下りも綺麗ですよね。うおーのところ。いやー、さすがですね。なんかバナーが出てきたってことは、もう終わるのかな？聞いていきましょうか。あ、いや、本当にあと少しだったんですね。めちゃくちゃ終盤止めるの下手でしたね。僕、申し訳ないです。いやー、でも最高でしたね。以上、なにわ男子アシンメトリー歌声分析はここで終了です。いやー、めちゃくちゃかっこよかったです。ただソロパートが少なかったですね。だからミュージックビデオのカットはグループ全体が映ってるっていうよりも個人個人のカットがめちゃくちゃ多かったですよね。そういった兼ね合いなのかな。ただ一言で言うとアシンメトリーはなにわ男子のチーム力がですね、ものすごく前面に出ていた楽曲だったかなっていうふうに思います。そしてなにわ男子のチーム力がですね、凄まじすぎて、僕はもう最初から最後まで圧倒されっぱなしでしたね。そしてテンションめちゃくちゃ上がりました。さあ次のなにわ男子の楽曲は何が来るでしょうか。楽しみにしていただけたらなというふうに思います。これからもなにわ男子全力で追っていきたいと思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価、ハイプの方をよろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。